さあそれでは、スタートしてまいりましょう。本日の酒田市では海、山、島のある都市酒田、交易と交易の街を世界へをテーマにディスカッションしてまいります。パネリストの皆様をご紹介いたします。酒田商工会議所青年部会長の矢野啓太さん、本日はアドバイザーをお願いしております。続いて東北交易文化大学特任教授のバンディング・ティムさんです。続きまして酒田の紹介 in English 観光 PR 動画コンテスト2021デラウェア賞を受賞されました東北交易文化大学ココアラバーズの関飛鳥さん。もう一方、本日はオンライン参加となります高橋真中さん、よろしくお願いいたします。続いてザ・ヒドゥンジャパン合同会社代表の山科沙織さん。続いて本日はオンラインで参加いただいておりますボンソワール TV のアマンディーヌさん、玄徳さんのお二人、お願いいたします。同じくオンライン参加となります合同会社飛島業務執行社員の松本智也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてブランドニューデイ株式会社代表の三浦健さん、本日はファシリテーターをお願いしております。三浦さん、よろしくお願いいたします。では三浦さんからまず一言よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私ブランニューデイ株式会社の三浦と申します。本日はこの素晴らしいメンバーの皆様と、この交易と交易の街酒田についての、ディスカッションの、ファシリテーターを私の方で担当させていただきたいと思います。はい。で、このセッションのテーマということで、本日は交易と交易の街酒田で、ここにある、いらっしゃっている多様性のある皆様の意見をですねお聞きして、少しでもこのいいところを日本中あるいは世界中にどうやって残していくか、どうやって発信していくか、そんなことをですね、今日お話、お聞きできればなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。では早速になりますけれども、まず一通りですね皆様から、自己紹介をいただければなというふうに思います。お一人様1分ぐらいでちょっと手短に、自己紹介をお願いいたします。では矢野様お願いいたします。皆さんこんにちは。酒田商工会議所青年部第19代会長をこの4月から仰せつかっております矢野啓太と申します。本業では、市役所のですね希望ホールの隣若葉旅館の若旦那、専務取締役というですね、役職ですねつかせて、いただいております。酒田にやってきたのが8年前ですね。その若葉旅館の長女とお見合いをして、そしてですね今お二人のお話にあったようなもう庄内に惹かれてしまって、嫁さんより先に移住を決めてしまったというですね、そんな経緯がありますが8年目になります。今日は皆さんといろんなですね意見交換ですね情報交換できればと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではティムさんお願いします。どうもこんにちは。バンティングティムです。今東北交易文化大学で特任助教をやっておりまして、あと出羽三山で株式会社メグルンという会社で山伏修行を提供する、英語で提供する事業もやっております。あとは出羽三山 .com という出羽三山を紹介するホームページや自分のブログと YouTube キウイ山伏で山形の生活、山形のライフスタイルとか山伏のライフスタイルを紹介したりしております。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして関さんお願いいたします。東北交易文化大学3年の関飛鳥です。こういう場は慣れてないのですごい緊張してるんですけど、動画コンテスト受賞したことなど経験踏まえて楽しくお話できたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして高橋さんオンラインになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
東北工芸文化大学の3年、高橋真中と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。本日はですね、ただいまオーストラリアで留学しているため、Zoom での参加にはなりますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日オーストラリアからつないでいただいております。次に山科さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。ダヒドゥンジャパンの山科です。弊社はですね、インバウンド向けのプロモーション、旅行会社をしております。主に、欧米語をターゲットにしております。酒田、山形を知ってもらい、実際に来てもらい、そしてファンになって帰っていただく、そのような活動をしております。今日は貴重な機会をいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、続きましてボンソワール TV のお二人お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ボンサル TV のアマンディンと申します。23歳です。で、ボンサル TV の玄徳と申します。24歳です。はい。で、私たちはですね、1年半ぐらい前、YouTube でボンサル TV というチャンネルを開催したんですけれども、こちらのチャンネル上では日本の良さとか海外の目線から見たらの日本食の美味しさなどを紹介しているものなんですけれども、今は酒田市に住んでいるので酒田の良さ、あと酒田の美味しい飲食店などを紹介している中心の動画もたくさんアップしております。ね、こういうイベントにはあんまり慣れてないんですけれども、今日頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、続きまして松本さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。飛島という島に暮らしています松本です。私はもともと山口県の出身で、約10年前に山形に移住してきた時の初めての土地が飛島ということで、山形は本土の山形の方あんまり知らないような状況です。飛島では合同会社飛島という会社を作って、飛島の未来が続くように活動をしております。最近は、当該の人とロボットを開発したり、コスプレをしたりとか、もう何をやってるかちょっと分かんなくなってきました。今日は、楽しもうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマが交易と交易の町酒田ということで、2つの読み方の違う交易をかけた、踏んでますね、なんかラップみたいなね。その韻を、これは交易って2つの字ありますけれども、どういう概念なんでしょうか。ですね、本当にちょっと渋沢栄一の話になってしまいますが、商工会議所の生みの親ですね。交易っていうパブリックの、プロフィット的な利益、交易っていう概念はですね、やはり情けは人のためならずではないんですが、回り回って人に地域に対したものをしたことが回り回って事業所に帰ってくるっていう考えで、常に地域に対してコミットしていこうっていう部分で、交易っていうことは、常日頃させていただいております。でもう一つの交易の方はですね、やっぱり商人の町ですね。庄内というのは城下町鶴岡と、それからですね港町酒田があって、港町酒田は商人の町、そして鶴岡は城下町ということでですね、長らくその伝統があったわけで、まずですね、いいものも舶来品という言葉がありますように、全て北前船を通してですね、港から上がってきたということでですね、そういう部分で町人の活気というものをですね、商工会議所青年部として伝統的に維持しながらですね、賑やかにやっていこうという思いで、その両方で交易と交易という部分ですね、常に意識しながら活動させていただいております。実際矢野さんの方はですね、旅館も運営されているということを先ほど、お伺いしましたけれども、最近酒田に来る方、旅館に来る方っていうのは、矢野さんの場合ですと国内の方が多いんですか、海外の方が多いんですか。コロナの前は結構うなぎ登りでインバウンドの方たちは増えていましたね。私が2015年酒田に来た時の宿泊者数に比べると、コロナ直前の2018年っていう19年ですか、3倍ぐらいに膨れ上がってましたね。で FIT って呼ばれるですね、Foreign Individual Tourist って言われる、どちらかというと、1回の来日で使うお金が高い富裕層と呼ばれる人たちが多くて、そういう方たちは日本に何度も行ってて、京都、奈良、鎌倉とかのところで何時間も並んで神社仏閣嫌だとかいう人たち、ちょっとクロードっぽい人たちがですね JR パスを使って流れてくるっていうことで、かなりインバウンドの方たちもですね、全宿泊者の2割ぐらいまで最大上がってたのかなというふうには思いますけれども、今コロナ終わってですね、また EU、欧米、オセアニアの方たちもだいぶ増えてきて、最近ずっとシンガポールの人たち続いてるんですけどね、
おしんのドラマを見てですねやってきたっていう人いまだにいますね、東南アジアの人とか。おしん、はい、そんな感じでですね。はい、ありがとうございます。やっぱりおしんこそこうローカルの人よりも外の人の方が知ってるとか、おしんの価値みたいなところを外の人が知ってるとかってよく聞くものでありますけれども、そういった価値はまさに、はい、逆輸入ですね、はい、その価値については。ありがとうございます。今商工会としても活動されて自社で事業もされている中で、坂田が抱えている逆に課題とか、ここが良くなったらもっとその公益的に反映するんじゃないかみたいな思うところって何かありますか？私もずっと日曜随想山形新聞書かせていただいた時に第1号で書いたんですけど、やっぱりよそ者バカ者若者だと思うんですね。よそ者バカ者若者ですね。私は愚か者なんで4番目かもしれないですけどもやっぱり外の目線っていうのはですね、地元の人たちは結構何かかしこまってしまったりなんか恥ずかしがったりすることがあるんですけど、よそ者だからこそ発信できるっていうのがあるのかな。いいものはいいってやっぱり言わないとですね、これに関しては問わず語りではなくて、いいもの、観光資源とか食に関しても、もう今これだけSNS で世界にオンラインが瞬時につながる時代、発信したもの勝ちだと思います。そしてその数もあると思うんで、発信っていうのがこれから課題なのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。発信という今キーワードありましたけれども、今日はボンソワル TV の方にもですね参加していただいてますので、後ほどそこでどういう情報発信をしてやっぱりより多くの人に見ていただけるのかとか、国内の人にはどう発信して、海外の人にはどういうところが刺さるのかなんていうお話もちょっと聞いていきたいと思います。矢野さん、今日はよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではティムさんにもまたお話ちょっとお伺いしていきたいと思いますけれども、はい、大学での活動、そしてあとは山伏の活動、さまざまされているということでしたけれども、まず大学ではですね、どんなことを教えていらっしゃるんでしょうか？英語。大学では英語を教えていらっしゃる。はい。普通にスピーキングとリスニング、スピーキングとリスニング、ライティング。はい。でその傍ら今度は山伏の方では、山伏を海外の方向けに伝える、体験を伝えると。そうです。はい。ティムさんが山形、そしてこの庄内酒田に来た理由って何なんでしょうか？もともとは国がやってるジェットプログラムというもので ALT 英語の指導助手として来たんですけど、それはもう2010年でした。で最初の4年間余目庄内町にいたんですけど、その2014年の10月からこちら酒田に移住しました。はい。酒田に来た時に最初に何か感じたショックとかってありますか？ショック？はい。いろいろあります。言える範囲で。でもちょっと批判的なことになっちゃうのでちょっと控えます。じゃあ逆にですね、酒田やっぱここがいいなって思うような部分とかあれば。いいことばかり。はい。まずは人。はい。人ですかね。すごい、僕らがいつも言ってるのは山形なんですけど、山で人を形作ってる。つまりこの山形に住んでる人はもう山の存在がもう常に意識しているもんで、あとその山っていう大昔からすごい人の人生にすごい影響してたもので、それで山形の人がちょっとさっきのおしんの話あったんですけど、そういう我慢強さというか、すごい何があってもちゃんと前向けにいけるっていう精神があって、それはすごい素晴らしいと思います。はい。その山を大事にとか、山に文化が根付いているっていうところっていうのはやっぱり例えばティムさんがいた地元とかから比べると珍しいことなんでしょうか？全然違います。例えば僕ニュージーランド出身ですけど、ニュージーランドも山があって、あと温泉とか日本みたいに島国ですごい似てるんですけど、ニュージーランドの山っていうともう何もない、本当に。でこっち今YouTube で山形の百名山を紹介してるんですけど、1個ずつ登って、でそれぞれすごい話とか伝説とかいろいろあって、すごい面白い。で多分ニュージーランドで同じことをやろうとしたら、ただの山の山ですっていう紹介ぐらいしかならないと思います。でも例えば羽黒
羽黒さんだってもう1400年以上前から山伏が修行してて、でガスさんは魂がこう行く、亡くなると魂がガスさんの頂上まで上がる。で頂上に上がったら神様になって、その里山とかこういう辺に町に住んでる人を見守るとか、そういう文化が、まあ、日本特有ではないかな。この間こういう話してたら、ネパール人からネパールも一緒だって言われたことあるんですけど、ネパールも山にこう文化ストーリーがある。はい、でも例えばそういう、まあ、山伏の歴史もそうだけど、例えばどこだろう、まあ、蔵王さんも修験の山でしたし、はい、あとこの間面白かったのは最上町に亀割山っていう山があるんですけど、そこが義経のすごい関わりのある山とか、そういう伝説がもうどこ行ってもあって、すごく面白い。それがやっぱり特にこの山形とか庄内とかのそういう山がたくさんあるっていうところは一つ魅力の一つですかね。はい、ありがとうございます。今ちょっとその山にストーリーとか文化、伝説があるっていうのが一つ珍しいっていう話もありましたけれども、アマンディーヌさんとかにもちょっとお話をお伺いしてみたいんですけれども、フランスで考えた時にそういった山に神様がいたりとか、山に何かストーリーとか文化歴史があったりっていうのは何か聞いたことはありますか？いやー、フランスの山は一番有名なのはボージュの山なんですけれども、それはもともと火山だったところがもう火山ではなくなって普通の山になったんですね。でそれは結構地球の古さを、教えてくれるところで有名なんですけれども、一般的なフランス人から見ると山イコールもうスキー場とかレジャーとかその観光スポットなので、そこまで深く文化があるわけではないです。ありがとうございます。やっぱり日本って山登ってるとなんかすごい、不気味というか、そういうなんかものが、人工物が立ってたり、いつからこれあるんだろうっていうような石が立ってたりとか、そしてそこに伝説があったり、さまざま確かに山って僕らにとっては当たり前で、なんかその辺の山に入っても何かしらあるだろうみたいな期待が日本人って持ってると思うんですけれども、そういった文化自体が特徴的だっていうのは一つすごい面白い視点だなというふうに思います。そして山科さんにもお伺いしたいんですけども、今山ってありましたけども、そういった山とか、精神文化みたいなところっていうのは結構注目されて、それを目当てに来る旅行者の方って多いんですか？山精神、そうですね、ここ坂田ですけど、隣の鶴岡の出羽三山はやはり人気がありますね。出羽三山とかでいうと、やっぱりティムさんがもうガイドを普段されガイドをされてるっていう言い方で合ってるんですかね？教育をされてらっしゃる？ガイドもやってるんですけど、はい、実際に山伏修行を提供しているので、山伏修行をティムさんがもう提供していると。僕らに先達が先に立つ先達がいて、その先達がもう先達するんですけど、僕はその、手伝い助手してます。はい、はい、ガイドとはちょっと違います。そうですね、実際の修行もされてらっしゃるっていうことです。本気的な修行。はい、そういった修行に来る海外の方っていうのは何を目的に来られてるんですか？すごい様々ありますが、主に、人生のターニングポイントの人が、多い。で山に来てすごい相当感動して帰る人がもうこういう言い方で申し訳ないんですけど、山ほどいて、すごい修行終わった後、みんなで何を感じたかっていうのを話する場合あるんですけど、泣いちゃう。山に身を置いて感じたものを考えるというやり方だけ、山に自然にいてお祈りも当然するんですけど、それやってすごい感動して帰る人がいて、それが僕の生きがい。はい、そういう方が感動して帰ることにやっぱりやりがいとか生きがいを、ただ、来てファンになって帰るんじゃなくて、来て人生を変えることが僕らの役目だと思ってます。
はい、はいありがとうございます。ということは結構こうカジュアルに観光として来てるっていうよりは本当にこう何か、変えたいとか自分の思いをこう考えたいとかそういうこう目的を持った方がやっぱ来られてるケースが多いですかね。実際に日本に僕らの山伏修行して実際に日本に移住したい人もいます。へー、はい。それぐらいもう山形が好きになって今日本語の勉強してもう山伏もう正式的になった人もいたりします。そうなんです。そのぐらいこう、人生にいい意味でのこうショックを与えるというか、はいこう転換期になるようなものにそういうこうものが山形にあるっていうのはやっぱり私も恥ずかしながらなかなか知らなくて今そういうそうなんですよねものがあるっていうのをもっと知ってほしいなっていう。多分はい当たり前すぎて、みんなにとって多分当たり前すぎてもう山の存在はいとか、山がもう短すぎるんですかね。多分そうだと思います。なるほどもっと分かってたらもっと発信したくなるんじゃないかなとはい。思います。ちょっと矢野さんにもお話お伺いしてみたいんですけれども、世界中をこう矢野さんもこう仕事でもプライベートでも多分回ってきたと思うんですけども、この、精神文化とかそういったものっていうのはやっぱりこう世界的に見てもこう山形が誇れるものだっていう認識とかってありますか？その通りだと思いますね。自己紹介の時しませんでしたが、私ここに来るまで東京の旅行代理店で15年勤めてまして、秘境とか辺境とかですね、それこそ番組名出していいのか分かんないですが、妹のイッテ Q とかこんなところに日本人とかですね、旅サラダとかのコーディネートとかですね、アドバイスをしてたので、はい153カ国回ってきたんですね。でその精神性っていうものに対する思いっていうのはもしかしたら日本の人たちもあるんですけど、意外とそれこそメソアメリカメキシコのマヤ文明とかもそうですし、あとは宗教的なものかもしれませんが、キリスト教の三大聖地エルサレム、バチカンと並んでサンティアゴ・でコンポステーラというところがスペインにあるんですが、まさにスペインの人が感動したって言ってますけどね、なんかそういう部分で何かこう人が向けるようなそういうもの、着手型というか参加型っていうのは結構あって、そういう部分で精神性を見出すっていうのはなんか非常に全世界地球市民共通なのかなというふうに思います。では次にですね、実際に公益文化大学でですね、酒田の紹介 in English 観光 PR コンテスト2021ということで、デラウェア賞を実際受賞されましたお二人に今日参加いただいていますので、ちょっとその賞のことについてなどお話をお伺いしていきたいと思います。まずは関さんの方からお話しいただけますでしょうか。去年ですね、このコンテストの機会をいただいて、動画作成に当たらせていただきました。はい、ありがとうございます。で、今日高橋さんもオンラインで参加されてますけれども。Hi everyone, welcome to our trip in Sakata. We'll introduce about 間違いないです。ありがとうございます。で、そのこうどういう視点で動画を作っていったのか、あるいは動画を作っていく中でなんか逆に発見することができた新しい視点とかありましたらちょっとお聞かせいただいてもよろしいですか？はい。まずこの動画を作るにあたって意識したこととしては、やっぱりYouTube とか、ビデオ何でもそうだと思うんですけど、観光のために、外国の方を誘致するのってすごい難しいことだと思ってて、それにはやっぱり発信していく努力っていうのは欠かせないと思うんですね。そこで発信していくため、海外の人に届くためにはどう工夫すればいいかと考えたときに、やっぱり、視覚で受けるものとか聴覚で受けるものっていうのはすごい発信のリソースとしてすごい大事だなって思ってて、そこに関してやっぱりいろんな写真や音源使ったりして、動画を作成しました。はい、ありがとうございます。視覚聴覚ってありましたけども、関さんなんか撮影している中で印象に残ったスポットとかなんかありますか？ビジュアル面でもあと音の面でもいいんですけれども。そうですね、その点で言うと玉すだれの時はめちゃめちゃ圧倒されました。滝っていうものを見る機会っていうのも自分にはそんなにないし、直にマイナスイオンを浴びれるっていうのはすごく
魅力的な場所だなと行った時に感じました。はい、ありがとうございます。この観光の PR 動画っていうのは、酒田市内のみの撮影だったんですか？そうですね、酒田市内で、はい、まとめました。高橋さんはまさに今オーストラリアにいらっしゃるということで、日本のいいところとかを身に染みてもしかしたら感じてらっしゃるかなと思うんですけれども、実際オーストラリアに行ってみて特に実感した、この酒田の良さとか日本の良さっていうところ、何か感じるところあればお聞かせいただいてもよろしいですか？はい、酒田にのみならず、やっぱり日本のいいところは食が美味しいですね。多分どの日本人に聞いても多分食の美味しさに関してはやっぱり日本が一番っていうことは多分変わりないと思ってて、あとそうですね、日本人の良さはすごいやっぱり周りに関して感謝を持って常に行動できてて、やっぱり授業とか受けている間とかにもやっぱりいろんな海外の人と交流する機会があるんですけれども、配慮の仕方とかはやっぱり日本ピカイチだと思いますね。はい、その辺は今リアルタイムで感じてらっしゃるようなこともたくさんあると思います。今この難しい中で海外に行くことを選んで、そうやって一人でも多くのやっぱり若い方が海外に行って、学んでくるっていうのは本当に山形のためになることだと思ってますし、私も高校卒業後2年間シアトルっていうところに行ったんですけれども、本当にやっぱり行ってよかったな、行って知れたことっていうのがたくさんあります。ただ、酒田の方に限らず山形の若い方がみんな海外に行けるっていうわけではないと思いますので、そういった意味でもどうやってそういう外から見た時にいいっていうところをですね、なんか住んでながらも知れるような機会っていうのはあるとすごく面白いのかなというふうに思うんですけれども、山科さん、ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、今食がやっぱり海外に行って食の美味しさを身にしみるってお話ありましたけど、山科さんもやっぱ海外行ったことが住んでらっしゃって、そこって実感してるとは思うんですが、実際観光に来る方で食目当てっていう方っていうのは多いんですか？そうですね、食を目当て、日本食を目当てに来る方って結構いらっしゃいますし、今弊社の方ではクッキング、料理体験とかそういったものをしておりまして、例えば、釣りの体験もしてるんですけど、釣りに行って自分の釣った魚をその後料理人の方と一緒に調理するという体験も非常に人気です。ありがとうございます。続いてちょっと松本さんにお話をお伺いしたいと思います。松本さんは今、豊島で活動されていらっしゃるということですけれども、松本さんも聞いたところによると地元の方ではないというふうにお伺いしたんですけれども、どういう経緯で今そちらにいらっしゃるのか、あと具体的にどんな取り組みされているのかなんていうのをお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、経緯というほどはないんですけども、飛島に来たきっかけは、東日本大震災の時にちょうど大学卒業もう少しの時にだったんですけど、その時進路にいろいろ悩んでいる時に日本全体がどうなるか分かんないみたいなことを体験しまして、これからなんとなくローカルに行った方がいいなと思い、とりあえず飛島にというか島に1年住んでみようということで、特に何も考えず飛び込んだら気づいたら10年経ってたという、状況です。この10年はとりあえず飛島に暮らせる状況を作ってきたっていうところで、でも今後は自分たちが暮らすだけじゃなくて島全体のコミュニティ維持していきたいなと考えていて、でこれから新しいコミュニティ作っていくときにやっぱりその島に住んでいる人だけじゃなくて当該のいろんな人たちとつながって一緒に地域を作っていく必要があるなと思ってます。でその時に重要なのはただ来てもらうだけじゃなくて島に関わり続けてもらうということだと思うので、最近関係人口とよく言われてますけど、私たちはその関係人口もテーマを一つずつ設定してテーマ別にコミュニティを作っていくっていうことを心がけています。で具体的には例えば、テックアイランドっていうプロジェクトで海ごみを自動で回収して運搬するロボットを開発するコミュニティを立ち上げたり、あと今年10月に立ち上げたのは、全国からコスプレイヤーを飛島に呼んできて海とか、森とか、空き家で、コスプレを楽しむ、でそれを撮影して発信するみたいなそんなコミュニティも、立ち上げています。テーマ別にいろんなコミュニティ作っていくことが、
地域の持続可能性につながるかなと思って活動しています。そうですね、このコスプレやるきっかけにまずなったのが、新入社員がコスプレイヤーだったからっていうのがあるんですけど、実際、その子にコスプレをしてもらって、友達を呼んで、コスプレ合宿みたいなのをやったときに、参加者の方の声を聞くと、東京とかで例えば、都市圏でコスプレイベントやると、電車の中でコスプレしていくのはさすがに難しいから、現地で着替えなきゃいけないと。で、人目をこう気にしちゃうみたいなところがあって、でも飛島だと、人に会わないんで、もうどんな格好してても大体大丈夫だし、ただたまにおじいちゃんおばあちゃんに会うんですけど、なんかおじいちゃんおばあちゃんもちょっと派手な格好してる子が来たなぐらいで、なんかコスプレって気づいてない感ありました。みたいなところはあると思います。なるほど。じゃあすれ違う人はコスプレイヤーか、コスプレイヤーを知らないもうおじいちゃんたちかっていうところで、こう開放的な空間でコスプレができると。そうですね。コスプレイヤーが常にいても気づかないような島を目指したいと思います。ありがとうございます。ちょっと一つだけ言わせていただきたいんですが、私もですね、飛島、酒田に来た頃に行ったんですが、世界で一番美しい海って僕間違いなく飛島だと思います。世界で一番美しい。地中海とか、クロアチア、ドブロブニクとか、辺のアドリア海なんかよりも、夏の飛島は条件が揃った時の海は世界で一番綺麗だと思います。これだけは自信を持っています。きっと松本さんもそれに惹かれたのかなと思いますけれども。153カ国行った方が、世界で一番美しい。これ、サービスじゃないですね。本当に。サービスではなくてですね、はい、ソマリアの海、インド洋の海よりもですね、一番綺麗です。ありがとうございます。松本さん、いかがですか？これから世界一の海だというふうに発信していきたいと思います。では続きましてですね、ボンサル TV のお二人にもまたお話いろいろとお伺いしていきたいと思います。お二人はですね YouTube でさまざまな発信をされているというふうにお伺いしましたけれども、具体的などんなポイントを発信していて、どういう部分が一番面白いなっていう感じている部分とかっていうのはありますか？もともと私たちがチャンネルを作った時、日本の文化を配信するのではなくて、全く別のテーマの、国際結婚についてのチャンネルだったんですよ。で、去年は1年間主人がちょっとフランス語を学びたいということだったので、私の地元フランスに1年間逆に動画を配信したんですね。で、その時、私の家族、特にお母さんと一緒に動画を配信してたんですけれども、お母さんと一緒に撮った動画の内容の中、お母さんが毎回一番興味がありそうだったのは、日本食、日本の文化、全然フランスと文化が違うから、あとは、日本の景色を見たり、日本のことをもうちょっと知れる動画が一番お母さんが興味があったんですよ。で、それはお母さんが興味があっただけじゃなくて、実は視聴回数も結構こういうタイプの動画が結構簡単に伸びてたんですね。なので、日本の方も海外の方は日本についてどう思っているのだろうっていうことを知りたいことを気づきました。なので、今はもう日本に帰ってからだいたいそういう動画を配信しているんですけれども、私の目線から、海外の目線から日本食について、あとフランスと日本のどこが違うのか、日本の文化の良さとか、そういう系の動画を最近一番多く配信しているんですね。アマンディーンさんから見て、この省内の食のなんかいいところとか、好きなところってどんなところですか？フランス人、今日本に住んでいるから慣れてきてたんですけど、フランスに住んでいた頃、フランス人から見たら逆に日本食が高級料理なんですよ。なのでフランスにある日本のレストランがめっちゃ高いんですね。で、それは理由として、もともと日本食って本当に質が高いもの、食材も美味しくて、いいもの、新鮮なものが利用されていて、プラス、大体職人の、なんていう技腕とかそう、職人の腕が、本当にすごく素晴らしいんですよ。で、それがもうフランス人も認めているところなんですね。なので、私から見たら、やっぱ省内の料理がかなり好きなんですけど、他の場所からと比べたら、なんて言うんだろう、アットホームな雰囲気が多いところが多いって感じがしますね。やはり、
小さなコミュニティなので、簡単にその店員さんとシェフと会話ができたり、なんでそういう料理を作りたいのか、どういうふうにそこまで美味しいものを作れるようになったのかとか、そういう質問が簡単にできるんですよ。でも都会に行くときって、なんかすごいみんなが忙しそうなので、なかなか会話が取れないイメージがあって、やはり結構今日本回ってるところなんですけれども、庄内とか田舎のところがかなりなんていうんだろう、その飲食店と縁を通じることができて、それがいいなと思います。ありがとうございます。はい。こう2人のは今そういった情報発信のプロという視点でもちょっとお話をお伺いしてみたいなというふうに思うんですけれども、こう動画とかを作る上で、なんか普通にこんなのあるよっていうただこう紹介してるだけだと、多分そこまでお二人のように動画が伸びたり多くの人に見てもらえることってないのかなっていうふうに僕も思うんですけれども、その情報発信をこれからやっぱり酒田市とかもこうしていかなきゃいけない中で、どういう発信の仕方というか、どういう切り口とかで発信していくことがこうより多くの人に見ていただくためにはいいんでしょうか。ちょっと難しいかもしれませんが、何かコツとか情報発信の切り口とか何か感じているところあれば教えてください。それってなんていう、見る方が誰に配信したいのかによって変わるんですよ。それも私たちも結構気づいたところなんですけれども、例えば日本向けにしたいのであれば、若い世代向けなのか、それとも40代50代世代なのか、それとももうちょっと年を取っている方向けなのか、それによってどういう内容を配信するかは変わるんですよ。例えば酒田について PR したい場合、本間家の詳しい歴史とかを動画で配信したとしても、若い世代が興味を持ってくれるのかっていうと、あんまりないですね。実は若い世代が欲しいのは映えることとか、綺麗な写真撮れるところ、美味しくてでも特徴的な料理、やはりインスタ映え写真で、見栄えがいいものとか、そういうところを探してるわけなんですね。あと新しい体験、新しいサービスとか、結構若い世代って新しいものが好きなんですよ。で逆に若い世代ではない、家族系とかだったら、子供がいる家族だと子供と一緒に楽しめるところ、子供も楽しめるところ、大人だけじゃなくて、で逆にお年寄りの方向けだったら、そういう本間家の歴史を詳しく説明して、実はここがすごく日本の伝統を感じるところなど、本当にそういうなんていうんだろう、配信したい方をまず目的にしないと、どういう情報を配信すればいいのかはもう明確にできないですね。一般的なものを配信したとしても、誰がハマるのかわからないと多分誰も見ないことになるので、それが一つ目の課題かなと思うんですけど、あとあれだよね。なんて言うんだろう。あんまり具体的な内容は見られなくて、まず動画ってクリックされることが大事なので、まずは興味づけが必要なので、例えば鳥海山っていう内容を載せたとしても、鳥海山が知ってる人であればクリックすると思うんですけど、やっぱ全国で知ってる人って、YouTube の中でも多分少ないと思うので、それだったらまず日本の山がっていうテーマにして、載せて、内容はその鳥海山が入ってるっていう内容の方がやっぱクリックされやすいので、多くの人に知ってもらえる機会なのかなって思います。はい、例えば先ほど飛島の話してたと思うんですけれども、動画を配信する場合はタイトルの中とかYouTube のサムネイルのところとかに飛島を書くより、日本の島は素晴らしいとか、日本の島でこれができるのとか、そういう興味づけをつけて、で実際動画の内容は飛島なので、そこで飛島を知ってもらう感じなんですけど、最初からこれ飛島ですよっていう話したら多分で終わると思うんですね。なので本当に具体的ではない内容、なんて言うんだろうねなんて説明すればいいんだろうね。すごい興味づけが大事だと思います、そこは。はい、ありがとうございます。固有名詞として、例えば庄内のどこどこっていう場所とか飛島っていう場所とか、その固有名詞を事業側からするとその名前を PR してしまいたくどうしてもなるんですけれども、やっぱりそこに直接的に興味があるとか、そこを
ピンポイントで調べてる人っていうのはもうすでに貴重なわけであって、ですのでそれこそ153カ国を、歩いた人が世界一美しい海といったビーチがある島とかですね、やっぱそういう多分間接的にどんどん見ていった方が興味が、広がるというような今お話がありました。ありがとうございます。ティムさんから見て、ニュージーランド、日本のように島国だと思うんですけれども、またこの酒田から、飛島までは船じゃないといけないっていう、そういったちょっと離れた離島っていうところっていうのは海外の方にとってなんか旅行とか観光とかの何か目的地になりそうかどうかって何か意見ありばお聞かせください。今までの話すごく同感です。はい、で、今もうどういう人に来てもらいたいというのを指定されたんですけど、誰に何を提供するかというのを考えなきゃいけなくて、ただ発信するだけじゃ足りない。で、その人が来て人生を変えるような経験を提供すれば、その人が国に帰ってこういういいところありますよって友達とか家族に言って、でそれが拡散すると思うんですけど、だから僕らの役割は何かというと、そのいい体験を作ること、拡散しそうな体験を作ることだと思います。ちょっと関さんとか高橋さんにもお話をお伺いしたいんですけれども、この今ちょっと飛島というところに限らずですけれども、この若い方とかにもっとそうですね、酒田を知ってもらう、若い方にというところでちょっと条件をつけるとしたら、もっとどんなような取り組みとか、体験みたいなものが酒田にあったらより伝わるなというふうに思いますか？関さんでも高橋さんでもいかがでしょうか？はい、手頃さとか気軽さっていうのは結構大事になってくるんじゃないかなと思います。大学生という目線になってしまうんですけど、空いた時間にちょっと行こうとか、友達とどっか行こうっていう時に気軽に行けないと、じゃあやめとくかってなることが多くて、それだと知らないで終わっちゃうっていう場合が多くなってしまうのかなと思うので、手軽さとかっていうのは重要になってくるんじゃないかなと個人的には思います。はい、ありがとうございます。高橋さん、今のお話聞いて何かご意見とかコメントありますか？はい、今私オーストラリアのパースっていうシティに留学しに来てるんですけど、今酒田と共通点があるなって思ったことが一つ思い浮かんで、それは島がシティにあるっていうことなんですね。こっちのパースにはロットネスアイランドって言って、飛島のようなフェリーで行くような島があるんですけど、そこのそのアイランド自体はすごい観光地として人気なんですよ。で、何が違うのかなって言った時に、誘致する時にもう発信の仕方とかそういうものじゃなくて、独自の文化というか、その特色目当てにやっぱり観光の人たちも来ていて、ロットネスアイランドにはロットネスアイランドにしかいない動物がクオッカって聞いたことあるかわかんないんですけど、大量に結構いろんなところにいて、でプラスアルファロットネスアイランド内にはコテージとかキャンプ場っていうのがもうあちらこちらにあって、サイクリングをできる道も整備されてて、バスもあってって感じなんですね。で、やっぱりそこでやっぱり何が違うのかなって思った時に、いろんな原因というか違いはあると思うんですけど、日本にはホリデーっていう文化がちょっとあんまりないので、どこで過ごすかとか、バケーション中にどこに行くかっていうのはやっぱり、世界の文化の価値観、世界の価値観それぞれ違うので、根本的なところではあると思うんですけど、飛島で考えた時に、観光客目線からして、まず別に酒田市を非難してるわけではないんですけど、
まずフェリーに乗るところがあんまり目立たないで、人も周りにいないし、ここで合ってるのかなみたいな。私もオーストラリア最近来て、やっぱり人がいないところってすごい怪しい感じがして、ちょっと近寄りがたいですね。やっぱり賑わっていると、あそこにフェリーがある、あそこでどこか行けるのかなっていう、なんだろう、興味づけっていうのいいんですかね、があって、やっぱりそういう部分に関しては、やっぱり、酒田市自体がもっと近寄りやすいアクセスをもっと街づくりとして作っていくことが必要なのかなって思います。矢野さん、ちょっと今日のこのセッションで、いろんな視点のいろんな声あったと思うんですけれども、ちょっと総括して何か感じているものとかお聞かせいただいてもよろしいですか。アマンディーヌさん、玄徳さんの話にもありましたターゲットってやっぱ大事なのかなというふうに非常に強く思いました。あと飛島に関しては今の子どもたちジェネレーション Z 世代ですか、もう生まれた時から携帯があって、もうテレビ、うちに泊まるお客さん子どもたちもテレビ早送りできないって、もう YouTube とか iPod とか使ってる世代なんですけどね、あえて現代社会に対するアンチテーゼということで飛島は開発しなくてもいいのかなというふうに、あのままでも、入党したら携帯電話没収して、でもうオンラインオフラインにして生活するっていうのはもしかしたら受けるのかもしれないですね。何か野鳥がいて、非常に渡り鳥がいて、飛島肝臓があって、そして、海の幸があるって、もう朝4時に起きてですね、無理やり民宿のおじさんにですね、イカ釣り漁船乗せられてですね、北朝鮮連れてかのかなと思いましたけどイカ釣りでですね、結構入れ食いだったのを覚えてますけど、そういうのだけでも十分なのかなというふうに思いました。山科さんの話にあった、インバウンドのお客さんは基本的に滞在期間長いということで、アイテナリーに沿ったツアーもいいですけれども、なんかそこに来て延泊したりとか、そういう、アイテナリーにない過ごし方とか、旅館でまったりするのがなんかそれだけで楽しいっていう人もいますし、そういう人たちも今ですね、オンラインよりもカードゲームとかボードゲーム的なアナログに回帰してるのかなっていう感じも、あったりするような感じもしますけれどもね、そういう部分で発信に関してはもうこれだけオンラインが通じて YouTuber とかもいるわけですから、東京とかそういうところを経由しなくてもいい時代になってきて、ナショナルジオグラフィック社がクリス・ブロードさんの YouTube を見たって言って若葉旅館に来て取材に来たりとか、もう東京のナショナルジオグラフィックジャパンを経由しなくてもいい時代になったりしているので、ローニープラネットが潜伏できてですね、本に載せたりしてますのでね、そういう部分で楽しみな部分でこれから将来坂田たくさんあるんじゃないかなというふうには思います。素晴らしいまとめをありがとうございます。今ちょっとその飛島に関してのコメントなんかもありましたけど、松本さん今の話聞いていかがですか。私も全く同意で、飛島って行きやすくしようと思うとすごいお金もかかるし時間もかかるので、そこは無理せずに逆にもう行きにくいところを頑張ってもいいのかなと思います。で、飛島結構ヨットの人たちがたくさん来て、で最近そのきっかけで私広島のヨットの世界大会にちょっと遊びに行ったんですけど、そういう人たちにお話聞くとお金たくさんあると。でどういう体験したいかっていうと、ちっちゃいヨットで飛島までみんなで荒れた港点で定期船が出ないときに船で行ってみたいみたいな。で途中でもしかしたら沈没しちゃうかもしれないみたいな。そういうなんかエクストリームな体験を求めているお金持ちの人たちたくさん世界にはいると思うので、もう行きづらい場所を目指すみたいなのも一方で逆に開発するのもいいかなと思いました。ありがとうございます。そういった今ターゲットの話先ほどから出てますけれども、そういった意味でターゲット、そのヨットがあって、そしてそこを荒れた海を行くそのスリルを楽しんで、そしてある程度時間があってお金があってっていう層がいるのであれば、まさにその定期船が出るか出ないかっていうのは天候次第っていうのが、飛島の普通に考えれば、なんていうんですかね、そのちょっとチャレンジングなポイントっていうところも、そういった方にとってはこれ以上ないなんか条件だみたいな部分があればですね、なんかぜひそういうところの発信で、それをなんか観光と結びつけたり、インバウンドと結びつけたりっていうところはもうまさに今日この話の中で、出た一つのいいアイデアかなというふうに、思います。今日ですね、いろいろとお話伺った中で、その交易の街酒田っていうところでいろんな交易性っていうところもありましたけれども、まず酒田全体として、インバウンドの特化だけではなくて、日本でもそうなんですけれども、一つの目的地になるようにするためにですね、やはり
皆様がそれぞれが誰に対してっていうところを改めて決めて発信していく。そして発信は皆さんがすることも大事ですし、あとはこういった発信のプロフェッショナルが幸いにもいるっていうのはこれ素晴らしいことだと思いますので、そういったところがなんか横のつながりで連携をしてうまくコラボしていったら、今日皆様がやってる活動って一つの線になるんじゃないかなって、私は非常にワクワクして聞いておりましたので、ちょっと今日お越しいただいた方はこれを機にですね、なんか横の連携をして情報発信をして、創生をして、なんか目的地になって、それが日本でも有数の体験になるようなことができたら本当に素晴らしいんじゃないかなと。ではちょっと早いところですがお時間になってしまいましたので、今日は一旦、ここで終わりにしたいと思います。パネリストの皆様、そして参加者の皆様、今日はありがとうございました。